今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。パンドラ、地元で恐れられる廃墟、3段目の引き出しを開けた友人の末路。この物語はある方の体験談をもとに再構成したものです。僕が生まれ育ったのは静かでのどかな田舎町でした。これといった遊び場もなく、子供時代の僕たちにとって世界はひどく退屈な場所に思えた。ただ一つ、この町の全てを飲み込むような異様な存在を除いては、町の外れ見渡す限りの田んぼが広がる道にポツンと立っている一軒の空き家。長らく誰も住んでいないその家は町のどの建物よりも古く、不気味な気配を漂わせていました。それだけならただの古い廃墟。でもあの家は違った。まず町の大人たちの過剰な反応。あの家の話をしようとするだけで彼らは顔色を変え、厳しい声で叱りつけた。時には引っ叩かれることさえあったほどです。そして何より奇妙なのは、あの家には玄関がなかったこと。窓やガラス戸はあるのに、人が出入りするための玄関がどこにもないんです。昔誰かが住んでいたとしたら、一体どうやって出入りしていたのか。謎めいた要素が僕たちの好奇心をくすぐり、いつしか誰がつけたのか、あの家はこう呼ばれるようになっていました。パンドラと。この呼び名がまさかあれほどおぞましい真実を隠しているとは、当時の僕たちは知る由もありませんでした。軽い肝試しのつもりだったんです。決して開けてはいけない3段目の引き出しを開けてしまうまでは。僕が中学生に上がって数ヶ月が経った頃、僕たちの仲間内に拓也という男が加わりました。拓也のお母さんはもともとこの町の出身だったそうですが、離婚を機に実家であるおばあちゃんの家に戻ってきたとのことでした。拓也自身はこの町に来るのは初めてで、パンドラのことも全く知らなかったんです。その日、僕と仲の良かった健太聡、そして陽子という女の子の5人で集まって他愛ない話をしているとき、僕たちが当たり前のようにパンドラという言葉を口にするので、拓也がそれに食いついてきました。なあ、さっきから言ってるパンドラって一体何なんだよ。その一言に僕たちは待ってましたとばかりに知ったかぶりで説明を始めました。拓也は知らねえのか。町の外れにある超ヤバい空き家だよ。誰も入ったことがないんだ。うちの親その話しただけでマジギレすんだぜ。あそこには絶対近づくなって本気で殴られたこともある。うちも何があるのか聞いても絶対に教えてくれないし、意味わかんないよね。うちもだよ。玄関がないんだ、あの家。ひとしきり親への文句を言い合った後、話題は自然と一番の疑問へと移っていきました。あの空き家には一体何があるのか。誰も知らないってこと？入ったやつはいないの？いないよ。親父たちがあんなに怒るんだから、よっぽどのことがあるんだろうけどな。知ってんのは親たちだけなんじゃないか。その言葉を聞いた拓也は目を輝かせ、意気揚々とこう言ったんです。だったらさ、何をそんなに隠してるのか、俺たちで突き止めてやろうぜ。その提案に僕と他の3人は最初こそ渋りました。親に怒られるのは嫌だったし、何より得体の知れない恐怖があったからです。でも拓也の勢いに煽られ、そして今までそうしたくてもできなかった長年の鬱憤を晴らせるという期待感に、僕たちの心は傾いていきました。結局いつも陽子についてくる妹のミも行きたいと言い出し、僕たち6人は次の日曜の昼間、作戦を決行することになったのです。当日、僕たちは空き家の前に集合しました。各自リュックサックを背負い、スナック菓子やジュースを持ち寄って、これから始まる冒険に心を躍らせていました。今思えばあまりに無邪気で愚かでした。改めて見ると、その家は異様でした。玄関はなく、2階建ての窓まで登るのは不可能。中に入るには1階のガラス戸を割るしかありません。大丈夫だって、ガラスの弁償くらいなら大したことないって。そう言って拓也はどこからか拾ってきた石を
思いっきりガラス戸に投げつけました。もう後戻りはできません。僕たちは割れたガラス戸の隙間から一人また一人と家の中へ忍び込みました。そこは居間でした。中は古びた外観とは裏腹に予想より綺麗でした。いや、綺麗というより何もない伽藍堂という表現が正しいかもしれません。家具も生活の痕跡も一切ない。広めの居間と台所があるだけでごく普通。でもそれが逆にこの家の異常さを際立たせていました。何もないじゃん。つまんねえの。普通だな。てっきり何か物が残ってるんだと思ってたのに。男たちは拍子抜けしたように持ってきたお菓子をボリボリと食べ始めます。ってことは、秘密は2階かな。僕と陽子は妹のミーの手を取りながら2階へ向かうために廊下に出ました。階段はどこだろうと廊下に足を踏み入れた瞬間、僕と陽子は心臓が止まりそうになりました。左に伸びた廊下、浴室とトイレの間くらいの場所にポツンと古めかしい鏡台が置かれていたんです。そしてその鏡の前に立てられた突っ張り棒のようなものに艶のある長い髪の毛がかけられていました。どう表現すればいいのか。カツラというにはあまりに生々しい。まるでロングヘアの女性がそこに座って鏡を見ている。その後ろ姿だけをそのまま切り取ってきたような、そんな光景でした。棒の高さも平均的な身長の女性が座った時の頭の位置にご丁寧に調節されています。一気に全身に鳥肌が立ちました。なんだよあれ。何何なのこれ。気持ち悪い。僕たちの軽いパニックに居間にいた男たちもなんだと廊下に出てきて、その意味不明な光景に唖然とします。ただ一人ミユだけがあれなーにと無邪気に首を傾けていました。なんだよあれ。本物の髪の毛か。わかんねえ。なあ、ちょっと触ってみるか。やめろって。絶対やばいって。気持ち悪いし、絶対何かあるだろそうだよ。やめなよ。拓也と健太が興味本位で近づこうとするのを僕と陽子で必死に止めました。どう考えてもこれは普通じゃない。人の手によるものだとしてもあまりに悪趣味で底知れない悪意を感じる。僕たちは恐怖を感じ、ひとまず全員で居間に引っ込みました。居間からは見えませんが、廊下の方に視線をやるだけでも嫌でした。どうする？廊下通んないと2階行けないぞ。私もうやだ。帰ろうよ。俺もなんかやばい気がする。サトシと僕と陽子の3人はあまりに予想外のものを見てしまい、完全に探索意欲を失っていました。しかし拓也と健太は諦めきれないようでした。あれ見ないように行けば大丈夫だって。まだ昼間だぞ。何かあってもすぐそこが出口なんだから逃げればいいだろ。拓也たちが引け腰の僕たちを押し探します。どうしようかと僕たちが顔を見合わせたその時でした。はっと全員が同時にあることに気づきました。あれ、陽子、みゆちゃんは？え？妹のみゆがいない。出入り口は僕たちがいたガラス戸だけ。外に出たはずはない。居間と台所をもう一度見渡しても姿はない。みゆ？どこ？返事しなさい。陽子の悲鳴のような声が伽藍堂の家に響きますが、返事はありません。おい、まさか一人で上に行ったんじゃ。その一言に全員の視線があの不気味な廊下の先にある薄暗い階段へと注がれました。もう怖いとか言っている場合じゃありません。僕たちは廊下の鏡台から必死に目をそらしながら階段を駆け上がりました。床がギシギシとじくむ音がやけに大きく聞こえます。おい、みゆちゃん、どこだ？いい加減にしてよ。出てきなさい。階段を上りきるとドアが2つありました。どちらも閉まっています。まずすぐ正面のドアを開けました。そこも空っぽ。ということはもう一方の部屋だ。僕たちはごくりと唾を飲み込み、ゆっくりともう一つのドアを開けました。妹のみゆはいました。でも僕たちは声も出せず、その場で凍りつきました。その部屋の中央には下の廊下で見たものと
全く同じものがあったんです。鏡台と棒にかけられた長い後ろ髪。異様な恐怖に包まれ、全員が呆然と立ち尽くしたまま動けない。そんな僕たちを前に、ミユが不意に顔を上げ、言いました。お姉ちゃん、これ何？次の瞬間、彼女はとんでもない行動に出ます。ミユは鏡台に近づくと、3つある引き出しのうち、一番上の引き出しを何の躊躇もなく開けたのです。そして中から1枚の半紙を取り出して僕たちに見せました。そこには震えるような跡でこう書かれていました。金吾、意味がわからず誰も動けない。するとミユはその半紙を無造作に引き出しに戻し、今度は2段目の引き出しを開け、また同じものを取り出しました。金宝と書かれたもう1枚の半紙。その時陽子が我に返って半狂乱で妹に駆け寄りました。何やってんのあんたは。陽子は妹から半紙をひったくり、引き出しにしまおうとします。しかしミユが2段目を閉めてしまっていたことと、陽子がパニックになっていたことが最悪の事態を引き起こしました。陽子は2段目ではなく3段目、一番下の引き出しを開けてしまったんです。ガラッと引き出しが開いた途端、陽子の動きがピタリと止まりました。ただじっと引き出しの中を見つめたまま、微動だにしない。その目は何も映していないようでした。おい、どうしたんだよ陽子。僕たちが駆け寄ろうとしたその瞬間、陽子は大きな音を立てて力任せに引き出しを閉めました。そしてゆっくりと自分の肩より長い髪の毛を口元に運び、むしゃむしゃとびちゃびちゃと音を立ててしゃぶり始めたのです。わ、陽子、おい、しっかりしろ。何を言っても反応はない。ただうつろな目でひたすらに自分の髪をしゃぶり続けている。その異様な行動に妹のミユも恐怖を感じたのか、火がついたように泣き始めました。とにかく外に出るぞ。ここにいたらやばい。男3人で移ろうロナ陽子を担ぎ、僕は泣きじゃくるミユの手を握って、僕たちはもつれるようにしてあの家から逃げ出しました。一番近かった僕の家に駆け込むと、声を聞きつけた母が出てきました。泣き叫ぶ僕とビア、汗びっしょりで呆然自失の男たち、そして寄稿を続ける陽子。僕が何とか事情を説明しようとしたその時でした。母は僕と男3人を突然昼手で殴りつけ怒鳴りました。あんたたち、あそこへ行ったね。あの空き家へ行ったんだね。見たこともない母の軽装に、僕たちはただ必死にうなずくことしかできません。母は僕たちを奥の部屋で待たせると、すぐみんなのご両親に連絡するからと言い、陽子を抱えて2階へ上がり、すぐに関係各所に電話をかけ始めました。それから1時間ほど、僕たちは何も考えられず、ただぼーっと座り込んでいました。やがて皆の親たちが集まってきて、今は緊迫した空気に包まれました。母だけが2階から降りてきて、ただ一言、こう言いました。この子たちがあの家に行ってしまった。と、親たちがざわざわと動揺し、僕たちに詰め寄ります。お前ら何を見た？あそこで何を見たんだ？正直に言いなさい。それぞれの親が一斉に放つ言葉に、僕たちは頭が真っ白でした。拓也と健太が何とか懸命に事情を説明しました。見たのは鏡台と変な髪の毛みたいな、あとごめんなさいガラス割っちゃって。他には？見たのはそれだけか？あとは何かよくわかんない言葉が書いてある紙を。その一言で場の空気がシンと凍りつきました。と同時に2階からものすごい悲鳴が響き渡ったんです。母が慌てて2階に上がり、数分後、母に抱えられるようにして降りてきたのは陽子のお母さんでした。その顔は涙でくしゃくしゃで、まともに見られませんでした。彼女は僕たちに詰め寄ってきました。その目は尋常ではありませんでした。見たの。陽子は引き出しの中を見たの。2階の鏡台の
3段目の引き出しをどうなんだ？僕たちは震えながら答えました。1段目と2段目は僕らも見ました。でも3段目は陽気だけです。言い終わった途端、陽子のお母さんは僕の肩をものすごい力で掴みました。なんで止めなかったの？あんたたち友達なんでしょ？なんで止めなかったのよ。その絶叫が今も耳から離れません。その夜、僕たち4人は健太の家に集められ、健太の両親から話を聞かされました。お前たちが行った家な、最初から誰も住んじゃいない。あそこはあの鏡台と紙のためだけに建てられた家なんだ。俺や他の親御さんたちが子供の頃からあった。あの鏡台は実際に使われていたもの。髪の毛も本物だ。それからお前たちが見たっていう言葉。そう言って、お父さんは紙に金吾と書きました。この言葉だな。これはな、あの紙の持ち主の名前だ。読み方は知らなきゃまず読めない。お前たちが知っていいのはこれだけだ。金輪際、あの家の話はするな。近づくのもダメだ。わかったな。そう言って席を立とうとしたお父さんに、健太が意を決して聞きました。陽子はどうなったんだよ。あいつはなんであんな。お父さんは少し悲しげな表情で静かに言いました。あの子のことは忘れろ。もう二度と元には戻れないし、お前たちとも二度と会えない。それに、お前たちはあの子のお母さんからこの先一生恨まれ続ける。もうあの子に関わっちゃいけないんだ。陽子とその家族は1ヶ月ほどして町から引っ越していきました。学校には一日の都合とだけ伝えられたそうです。僕たちの間でもあの日のことはタブーになり、やがて自然と疎遠になっていきました。あの家が何だったのか、あの後僕は独自に調べ、そして大人になった後、ある人から話を聞く機会があり、断片的にですがそのおぞましい真実を知ることになりました。あの家と鏡台には、この土地に昔から伝わるある家系の狂った儀式の記憶が怨念のようにこびりついていたんです。その家系では代々母から娘へと3つの儀式が受け継がれていました。目的は母親が人の身を捨て神に近い存在になること。そのために自分の娘を材料として扱っていたのです。母親は選んだ娘に誰にも明かさない隠し名を与えます。そしてその娘を材料として歪ませるため、幼少時から異常な教育を施します。動物を解体させたり、糞尿を食事として与えたり、とても語れるような内容ではありません。すべては娘から人間性を奪い、儀式のための器にするためでした。そして娘が特定の年齢になると儀式が行われます。一つ目の儀式は10歳の時、娘は母親に鏡台の前に連れて行かれ、両手両足から指定された数の爪を自らの手で剥がし提供させられます。母親はその爪を娘の隠し名を書いた紙とともに鏡台の一番上の引き出しにしまいます。二つ目の儀式は13歳の時、今度は歯です。自分で自分の歯を抜き母親に提供する。母親はそれを2段目の引き出しにしまいます。そして最後の儀式は16歳の時、母親が娘の髪をすべて食べる。体内に取り込むことで儀式は完成し、母親は人ならざるものとなって楽園へ旅立ち、後には髪をしゃぶり続ける抜け殻だけが残る。残された娘はまた自分の娘に同じことを繰り返す。それが延々と続いてきた悪習でした。やがてその悪習は禁じられますが、ある悲劇が起こります。悪習が廃れた後に生まれた八千代という女性が貴子という娘を産みました。しかし貴子が10歳の日、儀式のことを聞きかじっていた夫が貴子に儀式を強行し殺害してしまった。絶望した八千代も娘の傍らで自害します。八千代の両親、つまり貴子の祖父母は2人の供養と夫への呪いを込めて八千代の家を封印しました。その時に置かれたのがあの鏡台と紙だったのです。1階にあったのが母八千代の鏡台、
2階にあったのが娘タカ子の鏡台。パンドラとは娘であるタカ子の母親だけが知るはずだった隠し名でした。そして陽子が見てしまった3段目の引き出し、そこに入っていたのは母八千代の右手と娘タカ子の左手、そしてタカ子の鏡台にはタカ子の右手と八千代の左手が指を絡め合った状態で入っていたそうです。陽子はその呪いの確信に触れてしまったんです。僕たちの事件よりさらに昔、拓也のお母さんも子供の頃に同じようにあの家に侵入し、一緒にいた勇気という男の子が3段目を見てしまったそうです。勇気くんもまた陽子と全く同じように自分の髪をしゃぶり続けるようになり、家族と共に町を去ったといいます。陽子がどうなったのか正確なことは分かりません。大学を卒業した頃、陽子のお母さんから僕の母宛に手紙が届いたそうです。母は内容を教えてくれませんでしたが、ただ一言こう言いました。母親ってのは最後まで子供のために隠し持ってる選択があるのよ。もしああなってしまったのがあんただったとしたら、私もそれを選んでたと思うわ。それがたとえ間違った答えだとしてもね。その言葉の意味を僕は今も考え続けています。好奇心は時に取り返しのつかない扉を開けてしまうことがあります。僕たちの地元に今もあるあの家はまさにパンドラの箱そのものだったのです。決して開けてはいけない。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を